どうもこんにちは、川数の健です。今日はこのフィルチャーボックスカーフの靴の積み上げやっていきたいと思います。革を削って整えていく作業はこれで最後ですね。完成一歩手前まで靴の形を完成させます。今こんな感じですね。前回小橋上げをしてコバをね削って整えてウエストも整えてこんな状態になってます。積み上げこの部分に革を何段も積んでいきます。積み上げの革はヒールの形状大体抜いてもらったやつがあるんですけど、これを、こんなにいっぱいつかないですけど3枚4枚積み重ねていきます。まずはめちゃくちゃ丸みが強いの分かりますかね。これ最終的にはもちろん平らにしたいんですけど、今こんな感じにすごい丸みがあります。木型がもともとすごく丸みがついてるのでこういう風になるんですけど、これいきなりこの積み上げを押し付けようと思っても曲面強すぎてくっつかないんですよね。これそれなりに硬いので、濡らせばいけると思うんですけど濡らさないと無理なので、ちょっと1段目はこういう細い皮を巻きつけるような形でくっつけます。そうするとこの細い皮の厚み分外周に足されるので、少し丸み分をこう埋めてくれるような感じですね。これをくり抜いて使ってもいいんですけど、僕はこの鉢巻きっていうんですけどね、こういう皮、これをこう巻いて使うことが多いです。鉢巻きにギザギザの切れ込みを入れました。濡らします。そしてこれを馬蹄形に癖付けしておきます。この状態で乾かします。積み上げは今から皮を何段も積んでいきますが、このチャンネル見てる方もそうでもないと思うんですけど、結構一般的に木だと思ってる人めちゃくちゃ多いですね。いろんなところで実は木じゃないんですみたいな話をするとそうなのみたいな反応が結構多いですね。で思い返せば僕も木だと思ってたかもしれないです。で実際に木のやつもありますね。デザイン的に木にしてる、レディースのウェッジソールのサンダルとか実際木だったり、あとはコスト削減だと思うんですけど、この大きさのブロック材だったら絶対木の方が安いんで、皮は厚み1枚で150円ぐらいかな。積み上げていくと片足数百円するんですよ。1000円しないぐらいなんですよね。それに対して木だったら端材でいいから10円とかそういうレベルかな。10円20円だと思うんですよ。材種によるんですけどね。実際ありますし、木以外にもMDF ですね。MDF って木くずを接着剤で固めた、ホームセンターとかで売ってる材料なんですけど MDF とか、あとは革のくずを固めた南方っていうやつとか、いろんなのがありますね。あとはプラスチックだったり全部ゴムだったりとか、いろんなバージョンがありますね。やっぱり最上級は革ですね。革の何がいいかっていうと、まず一番には見た目ですよね。革の繊維が実際インクで見えなくはなるんですけど、やっぱりこの銀面から側面っていうこの繊維層の地層があるんですよね。それがやっぱり積み上げていった時にこう繰り返されるのが見えるのが綺麗です。あとはやっぱ天然そのままなんで余計なもの入ってないんで、糊とか耐久性は高いですし、修理の時に結構これ大事で、 MDF とか木とかだとトップリフトだけを剥がして交換するじゃないですか。トップリフトが削れたらそこを剥がしてまた新しいのつける。その時に下の材料まで引っ張ってくるんですよね。で下の材料が欠けたりとか、 MDF ってちょっと紙が積層みたいになってるんで、その紙が途中で剥がれたりとかふわふわっとなっちゃったりとか、木だったら繊維、この木目ですね、この木目に沿ってビリッと丸ごと剥がれたりとかっていうのがあるんで、後々のこと考えてもやっぱり革が一番いいと思いますね。全部ゴムはこれはこれでまた別な良さがあって、やっぱゴムの方がクッション性はあるので、運動する系の靴、カジュアルっぽい革靴とか、スニーカーに近いような靴とかすごくよく歩くような靴だと全部ゴムだったり
とはスポンジの積み上げだったりっていう方が機能的にね優れてたりすることはあると思います。次に鉢巻き本底中底を貫くように穴を開けます。木釘を使います。今開けた穴にこの木釘を打ち込みます。かかと周りは縫ってないので木釘で固定します。平らにしていきます。これではまだ平らにはなりきらないんですが、できる限り平らにします。鉢巻きを削って今こんな感じですね。最初に比べると丸くなくなってるんですけど、まだ相当丸いですね。積み上げを貼っていきます。これで今、3枚積みましたね。完全に平らになりました。そして、ちょっとこの木型かかと高いんでもう一段積みます。これ面ヤスリです。こっちの面はヤスリになってます。反対側はナイフのようになってるんですけど、こっち側はツルツルになってますね。なのでこっち側だけが削れるっていうものです。これをこの積み上げの一番上のラインですね。ここ積み上げのラインをこれちょっとグニャグニャしてるんで綺麗にしたいんですけど、普通のヤスリでやるとこの隙間入んないし、こっちのアッパー傷つけちゃうので、この面ヤスリが活躍します。このヤスリの面を積み上げの一番上のこのラインに当てて削って調整します。これで今積み上げを4枚積んである程度形を整えました。尖ってる方で叩きます。そして平らな方で潰します。こうすることでこの積み上げ積んだ皮同士の隙間をこう叩いて埋めて、そして表面の繊維を締めた感じですね。ヤスリで削っていきます。ヤスリをかけて、形はほとんどこれで決まってますね。これで最後にトップリフトを貼るんですけど、その前に釘で今この積み上げた積み上げをソールに固定します。
この積み上げはオールソールするまでは交換しないですね。かかとが減ったらトップリフトだけを剥がして交換するので、そのトップリフトを貼る前に釘でまとめて貫通して固定します。釘を打つときは少し内側に斜めに打ちます。これはこうやってぐるっと釘打つんですけど、そうすると釘が爪状にグッと引っかかるんですね。まっすぐだとスッと、抜けないと思うんですけど、スッと一応抜けるのに対して内側に全部が傾いてるとグッと爪のように引っかかる。これトップリフトです。トップリフトはゴムと革の組み合わせになってます。次はガラスをかけていきます。ガラスで削ったことで表面きれいになりました。で、最初の方に言ってた革の地層みたいになってるっていうのが分かります。繊維が銀面のこと乳頭層って言って、その下のケバケバのところ網状層って言うんですけど、乳頭層網状層っていうのが積み上げ1枚ごとに繰り返されているのが分かりますね。で、顎のラインを決めます。顎っていうのはこのヒールの先端のところですね。ここは後で整えるために余分に皮をはみ出させて積み上げてました。これまとめて切ります。はい、顎を決めました。顎のこの部分もしっかり削って滑らかにしてます。じゃあ今度はペーパーですね。基本的にヒールも前回の動画でやったコバと同じですね。包丁で整えて木やすりで削って、ガラスで削って、ペーパーで削る。ということでヒールの積み上げまで終わりました。コバと同じくひたすら皮を削ってるだけなんですけど、皮を積み上げていくとこれぐらいの高さ、これ何センチかな、3.2 センチですね。こんな風に積層してヒールは積み上げていきます。こんな感じで光沢が出てますね。これインクを入れる前にまた一回ヤスリで落としてからインクを入れて、そして磨いていきます。ということで、次回はソールの仕上げですね。底面に仕上げ剤を塗って、コバにインクを入れて、ローを入れて磨いていきます。それではまた。